今期役です。今回の占いのテーマは、今後のあなたのお仕事運です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード A、B、C の中からお選びください。ご自分の選んだ結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しております。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はフォース集というスプレッドと1枚のオラクルカードで占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方のお仕事運についてですね。はい。一応ですね、企業勤めの方だけではなくて、フリーランスの方も想定して占わせていただいております。はい。ではですね、A の方の結果なんですけれども、そうですね。お仕事かなり悩んでらっしゃいますかね。ちょっとあまり環境が良くないのかなっていうのがもう全体的に見てて思います。苦しんでらっしゃるんじゃないかなっていう思いがありますね。はい。では1枚ずつですね、お話しさせていただきます。ではまず過去ですね。ペンタクルの6の逆位置ですね。そうですね。過去からもうあまり環境が良くない職場、お仕事っていう風に出ておりますね。あなた自身の本当の評価がされていない。不当な労働だったり、不当な評価をされているっていうことですね。はい。そしてですね、その中でもまた支配してくるような人がいる。環境が良くない職場なので、そういう人がいるっていうのは当たり前といえば当たり前なんですけれども、そうですね、かなりひどい状況だったんだなっていうのが感じ取れますね。はい。そして現在ですね。そうですね。今のお仕事が変わっていなければ、やはり同じような感じになってくるのも仕方ないのかなとは思うんですけれども、カップのキングの逆位置になりますね。気まぐれな上司。そうですね。これは、これやっといてって言ったことはやっぱりいいやって途中であなたがやっている最中に言うとかですね。はい。フリーランスの方だとここは上司っていうよりクライアントになるのかなと思うんですけれども、そうですね。最初にこういう風にお願いしますっていう注文したもので仕上げに入ってる。そんな時にやっぱりこれなしでとか、そういうことがあるかもしれないですね。そういうので、ってなってる、振り回されてる状況。はい。そういうのがあるのかなと思いました。はい。そしてですね、労働力の搾取ですね。そうですね。不当な労働から進んで、現在、あなた自身が頑張ってきてることを、やってることをちゃんと評価してくれないから、給与ももちろん上がりませんよね。で、やるのが当たり前だと思っているから、ちゃんと褒めないと言いますか。こういうことをやっててすごいねっていうこともない。そうですね。なんというか、周りが本当にひどいですね。お仕事っていうのはやっぱりある程度ですね、そうやってモチベーションが上がるようなことがあるべきだとは思うんですよね。ただもう全然モチベーションを上げる気がない職場側にですね、お仕事側に。はい。そうなってくるとやっぱり楽しくないですよね。はい。では次が未来ですね。カップの2の逆位置ですね。はい。許しがたい状況が生じます。そうですね。許しがたい。それはそうですよね。もう積もり積もってきたものが未来に爆発するような感じだと思いますね。あなたが今まで優しさとかですね、そういったところで仕方がないっていうふうに諦めていたこと、そういうこともあると思うんですよね。ただもうここで我慢ができないっていうところになっていくんだろうと思いますね。はい。
そして、余裕がだんだんなくなっていくのでですね。で、周りもやはりそういうところなので、ほうれん草ができなくなっていく。そうすると悪循環になっていきますよね。報告連絡相談ができないっていうのがですね、一番企業として問題。そしてクライアントさんと働いてるあなたの関係性でもやっぱりほうれん草って大事だと思うんですよね。そういうのができないっていうのは、やはり大事な仕事っていうのがなかなかうまくやっていけなくなりますよね。そういうところでやはり限界が来るっていうところが未来にあるみたいですね。はい。では次が周囲ですね。はい。もう答え合わせみたいなものなんですけどね、ここまで来ると。教皇の逆位置になりますね。はい。そうですね。周りの方、能力不足の方、意地悪な方、そしてストレスが溜まるような人ばっかりっていうことになってしまいますよね、やっぱり。そうですね。能力がないのにすごく偉そうだとかですね。あなたにいろんなことを押し付けて自分は何もしない。能力がない。何も関わらず、なんだか自分はできるみたいな感じの人とかですね。はい。とか、そうですね。やはりもうストレートに意地悪な人ですよね。ハラスメントに近いものになるんじゃないかとは思うんですけどね。こういうのはちゃんと訴えていければいいんですけど、例えば小さい企業とか、あとはやっぱりフリーランスの方だとですね、なかなかその辺がちゃんとしないんですよね。そういうのでやはりハラスメントっていうのが横行しやすいっていうのはあるんですけれども、そういう人がいらっしゃる。そうするとやっぱりストレスが溜まっていく。お互いにだんだんとストレスが溜まっていくような感じですかね。だからストレスのはけ口に使われてますし、で、あなた自身はますますストレスを溜めていくっていう感じ。となるとやはり未来で許せないっていうことになってしまう。それは仕方がないと思いますね。はい。はい。では次が障害ですね。星の逆位置になりますね。あなたに対して何が邪魔をしているか。そうですね。業務に追われる。目標が見えない。そういうところがあなた自身を邪魔している。そうですね。業務に追われると、やっぱり考える余裕もなくなっていく。そうですね。そうすると、自分が何をしたかったのか、仕事をすることで何を得たかったのかっていう目標もだんだん見えなくなっていきますよね。そうすると、だんだん仕事自体もやっぱり辛いですし、そこでやりがいを感じるっていうことは難しくなっていくと思いますね。まずこの忙しさをどうにかしないといけないのかなっていうところはあるんですけれども、そうですね。これが本当に良くないですね。環境が悪いっていうのが一番問題ではあるんですよね。どうしたらいいのかっていうところなんですけれども、そうですね。はい。では、最終結果なんですけれども、こちらがペンタクルの5の正位置ですね。面倒な仕事を任される。苦しい状況に陥りやすいっていうことでですね。やはりそこの環境にいると辛いっていうことがずっと続くのかなと思いますね。またはフリーランスの方だったら同じような顧客の方に当たりやすいとかですね。そういう風になっていくことで、もうご自分の中で閉塞感みたいなものを感じる。もう息苦しさすらあるというようなことが感じられますね。もうここまでいくと私としてはやめた方がっていう風に言いたくはなるんですけれども、フリーランスの方だったらもうその顧客の方とは一切のお取引をやめるとかですね。はい。そういう風に考えるんですけれども、そうもいかないのがお仕事っていうところもあるのでですね。どうしたらいいのかなと思うんですけれども、そうですね。そこでやっぱり助言の方をお話しさせていただくんですけれども、はい。では助言ですね。忍者の正位置ですね。はい。一
一人で抱え込まずに人に相談をということですね。そうですね。職場内にですね、例えばその人事部ですね。そういうところがちゃんとあるのであれば、そこに相談するっていうのが一番大事。ただ、そうですね。職場によってはやっぱり内部隠しとかそういうことがあるっていうのがあるので、どうしてもこう自分より上の立場の人のことを言ったりすると、その上の立場の人に、例えばその人事の人がですね、上の人に言ってしまうとかですね。それでますます当たりが強くなるとか、そういう職場もないとは言えないんですよね。あなたの環境が良くない職場っていうことなので、そうなってくると、そうですね、人事とかそういったところがちゃんと機能するのかっていうところもありますよね。ただちゃんと機能するようなところはですね、相談していただいたらいいと思いますね。本当はそういうところに相談していただくのがいいと思います。あとはですね、労働基準監督署、労基って呼ばれてますよね。はい、そういうところにご相談していただくとかですね。そういうのがやはり難しいというのであればですね、まずは自分の信頼できる相手にですね、もうお仕事とは関係ない外の方とかでもいいんですけれども、もうこれだけ辛い思いをしているということを相談していただくことは必要だと思いますね。はい。あとはフリーランスの方とかだとどうなんでしょうかね。同じ職場の方でつながってるとかであれば、そういう同業の方と相談し合うとかも必要かもしれないんですけれども、そういうのがなければですね、やはり、外の方にはなるとは思うんですけれども、そういう方にご相談いただいて、そうなってくるとやっぱりちょっと愚痴吐きに近いものになるので、もうその場限り、その場しのぎっていう感じになってしまうんですよね。私としてはですね、ここまでひどい状況だったらですね、やはり環境を変えていただくのがいいんじゃないかっていうふうにどうしても考えてしまうんですよね。あなたのメンタルとか体のことを考えるとですね。はい。でですね、その場合もしですね、今後決断を下すならばですね、じっくり考えていただいて、その中でどういうふうに自分が動いていくかっていうのを、進んでいくかっていうのをですね、しっかり決めていただくっていうことが必要ですね。はい。そうですね。決断を下して辞めますっていう風になったとしてもですね、そこから自分がどこに行こうかっていう風にですね、なってしまうと、後が辛いかもしれない。結構、そうですね。あとはですね、辞めるって言って、辞めた後にすぐに次の仕事に就く必要もないと思いますね。はい。今、ハローワークとかでですね、辞めた時にちゃんと手当がもらえるとかそういうのもありますので、ちゃんとそのあたり調べて、そうですね、慌てて自分がもらえるものをもらえないっていうのが一番怖いので、やっぱり、苦労した分だけですね、ご自分が得られるものっていうのはちゃんと得てほしいと思いますので、ちゃんと自分のその辞めた時の条件がどういうところに当てはまるのか、何が支援としてもらえるのかとかをですね、ちゃんと調べた方がいいとは思いますね。そのあたりでもやっぱりじっくり考えるっていう時間が必要なんだと思いますね。はい。そうですね。やっぱり残業時間が長いとかそういう風になってくると、そのあたりですね、ちゃんと制度っていうのがあるので、もう不当に搾取されてる状況だったらですね、その分ですね、ちゃんと正当な給与が支払われてない可能性もあるので、ちゃんと調べてから辞めるっていう風にした方がいいと思いますね。なんか企業側とかに変に使われるのも嫌なのでですね。はい。ですね。しっかりそういう時はそういう風に動いていってほしいなと思いますね。はい。フリーランスの方だとそのあたりの支援っていうのが
手薄いっていう印象があるんですけれども、そうですね。ただ今後迷惑をかけるような顧客の方と接しない、今後はお取引をやめるっていう風にしていただく、そうすると少しは違うのかなとは思うんですけれども、ただやはり、お仕事がすぐ来るのかっていうところはあるので難しいところではありますよね。そのあたりでもやはり今後のことを考えてどうするかっていうのをしっかり考える、そういうのが必要なんだと思いますね。はい。はい。では、オラクルカードですね。はい。羽です。はい。あなたは羽を必要とせずとも飛ぶことができますという風になっておりますね。はい。そうですね。環境自体が悪いっていうだけで、あなた自身が何か原因があるとかではないです。はい。なのでですね、あなた自身はそのままでいて大丈夫ですし、はい。自分にスキルがないとか、能力がないとか、そんなことはないと思います。あなた自身にはしっかりと経験値もありますし、能力もあると思います。はい。それを忘れないでいてほしいなと思いますね。きっとですね、同僚の方とか上司の方とかがですね、あなたのことを自己肯定感を否定するようなこととかをいっぱい言ってくるかもしれない。クライアントの方とかもですね、ひどいこと言ってくるかもしれないんですけれども、だからといってそれを信じる必要はないです。はい。あなたにはちゃんと能力がありますよっていうことを覚えていてほしいなと思いますね。はい。そうですね。もう見てて辛かったです。本当に。いや、頑張ってますね。本当に。もう私としてはやっぱりこれ以上頑張ってほしくないっていうところがあるんですけれども、こればっかりはですね、ご自分でいろいろと考えていかなければいけないことだと思います。やっぱりそこでないとなかなか難しいとか、顧客の人がそういう人じゃないとつかないとかですね、難しいとこではあるんですけれども、あなた自身のその優しさだとかですね、お金だとかを搾取されている状況ではあります。そして今これ全体的なものを見てるとワンドが全然ない。やはりそういう搾取された状態だと情熱みたいなものがなくなっていきますよね。はい。エネルギーがなくなっていく。そういうのもあるのでですね、とにかく無理をしないでほしいと思います。はい。私から言えるのはもうこれぐらいなので、あとはもうそうですね、ご自分でしっかり決めていただく、時間をかけてですね、どうしたいかっていうのですね。辞めるまでいかなくてもですね、別のところに、大きい会社だったら別のところに行ったりとかができるかなとは思うんですけどね。そうですね。なかなかお仕事って難しいですね。はい。もう、本当に休めるときはしっかり休んでくださいね。心と体。お風呂の湯船に浸かるだけでも全然違うので、はい。もしよかったらそういうことで少しでもリラクゼーション、はい、されてください。はい。では、以上が A の結果でした。はい。それでは B の方の結果ですね。B の方のお仕事運。こちらですね、企業勤めの方だけではなくてですね、フリーランスの方なども想定して占わせていただいております。そうですね、全体的なものを見ると、現在がとても良い感じに見えました。はい。かといってですね、今後がすごく悪くなるのかというと、そういうわけではないんですけれども、はい。今後ですね、うまく進んでいくには、周囲の方の協力だとかですね、頼っていくっていうことが必要なのかなっていうところがございますね。はい。では、1枚ずつお話しさせていただきます。まずですね、過去です。カップの7の正位置ですね。はい。仕事の条件なので迷いがあった状態っていうことですね。もしかしたら、今現在勤めてらっしゃるお仕事に少し迷いがあったとかもあるかもしれないですし、実は転職前でその時にいろいろお仕事探しているうちに悩んでたとかですね。あとはフリーランスの方だったらですね、クライアントさんとの話でいろいろとどうしようかっていうふうに悩んでらっしゃった、そういうところが
があるのかもしれないですね。はい。そういう迷いがある中なので、どうしても集中力が続かないというところはあったかなと思いますね。はい。ただそのあたりはですね、悩んだりとか迷いがあるとどうしても仕事にだけですね、全集中というわけにはいかないと思いますので、そういうところで難しいところはあったのかなと思いますね。はい。では次が現在ですね。恋人の正位置ですね。はい。今まさにですね、楽しく集中できる仕事っていうのになっておりますね。はい。今まで集中できなかった分ですね、しっかりとご自分のやりたいことを集中してできているっていうことですね。はい。心地よい環境を築けておりますので、働きやすいのではないかなって思いますね。ですね。自分の理想の職場に巡り会えた、そういう感じ。ハートがいっぱいついておりますからね。そういうところはあるのかなと思いますね。あとはフリーランスの方だと、やはり良いクライアントさんに出会えたっていうところがあるかもしれないですね。そうですね。いろいろとこちらのことも都合も考えてくださったりとかですね。あまり注文をつけすぎないとかですね。しっかりとあなたに対して分かりやすく注文してくださるとか、そういう方ですね。ご自分と相性のいいクライアントさん、相性のいい職場っていうのに勤めてらっしゃるのかもしれないですね。はい。はい。では次が未来ですね。皇帝の逆位置です。そうですね。未来に対してが、心に余裕がなくなってきているっていう状況。やはり慣れてくる仕事ですね。そういうことになってくると、どんどんとやることも増えてくるので、そうすると、だんだんと余裕がなくなってくるっていうのはあるのかなと思うんですけれども、そういう時にこそですね、周囲への気配りをしながらの仕事が大事な時期になってくるのかなと思いますね。皇帝なのでですね、やはりいろんな人に対して気配りをしていくとか、そういうところが必要になってくるんですね。ただ上に立って偉そうに言ってるだけではやはり人はついてこないっていうことですね。これは上司目線という形にはなりますけれども、そうではなくてもですね、同僚の方とかですね、いろいろといらっしゃると思うんですけれども、そういう方としっかりですね、気配り、心遣いをしながらですね、進めていくことが必要ということですね。ですね。もちろんクライアントさんに対してもそうですよね。こちらの一方的な意見ばっかりをですね、伝えるのではなくて、しっかりクライアントさんのお話を聞いてあげる。そして、心遣いっていうことが大事っていうことですね。はい。では次が周囲ですね。ソードのエースの正位置ですね。そうですね。やはり気配りとかそういうことをすることによって、この周囲の方がしっかり助けてくださるっていうところがありますね。はい。ソードのエースの正位置なので、この人っていうのは実行力がある。頭を使って窮地を切り抜けるような仲間になってくださるっていうことなので、あなたが助けてくださった分、その方たちもですね、しっかり助けてくださる。そして一緒に困った時に切り抜ける。この人を、剣を持って真っ先に向かってくださる。エースですからね、一番先頭に立って進んでくれるような感じなのでですね。そして見えないところを切り開いてくれるような感じなので、なのであなたがしっかり頼っていいと思いますね。そういう方にですね。その分その方にもちゃんと気配り、気遣いっていうのは必要だとは思います。はい。では次が障害ですね。あなたの、お仕事の邪魔になるかもしれないこと。カップの4の逆位置ですね。解決を諦めようとする気持ち。そうですね。お仕事いろいろと困難が出てくることもございます。そこでですね、もうこれはダメだっていう風に途中でやめてしまう、諦めてしまうのではなくって、そこをですね、ちゃんと切り払い、ちゃんと実行力のある方もいらっしゃるので、そういう方の助けを借りながら解決をしていく。一つずつちゃんと終わらせてから次の仕事に向かうっていうことが必要ですね。もちろん締め切りとかもあると思うので、
その締め切りがあるなし関係なくですね、ちゃんとやるべきことはやっておくっていうことは必要だと思います。はい。それを助けてくださるのが周囲の方っていう感じですね。はい。はい。それでは最終結果ですね。最終結果がワンドの2の逆位置ですね。はい。そうですね。これはですね、お相手の都合で打ち切りになるっていうことになっておりますね。これは心配があるっていうことですね。はい。計画が中止になってしまう。自分が進めていた企画とかですね、お仕事とかが途中で中止になる。クライアントさんの都合で仕事が途中で打ち切りになってしまって中途半端な感じになるとかですね、そういう感じで終わるかもしれないですよっていうことなんですけれども、小さくてもですね、確実な計画でちゃんと仕事を終わらせるっていうところが鍵なのでですね、そうですね、大きなお仕事はやっぱり見入りがいい、お金がちゃんと入りやすいっていうところはあるんですね。特にフリーランスの方だとそうですよね。はい。ただ、そっちに行くのではなくて、小さいかもしれない、見入りは少ないかもしれないけれども、ちゃんと、進められる計画、そういうところにやっていくと、うまいこと未来最終結果でうまくやっていけるっていう風にはなっておりますね。はい。そうですね。打ち切りとかそういうところっていうのがですね、どうしても日数がかかるとかそういう風になってくると、その分向こうもこれやっぱり思ったのと違ったなとか、計画やめましょうっていうことになるかもしれない。大きいプランとかそうなるとやっぱり向こう側にも負担があるっていうことなのでですね。はい。だからそのあたりのお仕事も確実なものを選んでいくっていうところは必要かもしれないですね。はい。はい。それでは助言ですね。ペンタクルの2の正位置です。あまり深く考えすぎずに手際よく進めましょう。ね。はい。そうですね。先ほども言いましたように、手際よく進めること、確実な計画を進めることによってですね、やはり手際よくご自分がやりやすい仕事の仕方ができるとは思いますので、そういったところでですね、どんどんと仕事を終わらせてしまいましょうっていうことですね。はい。そしてですね、その中で自分のことをないがしろにしないようにしていきましょうねっていうことですね。忙しすぎてですね、自分のことを後回しにしてしまうっていうこともあるかもしれないんですけれども、あなたの場合はですね、頼れる仲間だとかですね、ちゃんと協力してくれる人っていうのは周りにいらっしゃるので、そういうところにもしっかり頼ってですね、自分が休めるところは休めるっていうことですね。はい。あなただけがやってる仕事ではないっていうことですね。フリーランスの方だとお一人でやってることも多いかもしれないんですけれども、そうなってくると自分のことをないがしろにしないようにっていうのは、人に頼るというよりは自分でしっかりですね、けじめをつける。ここまではしっかりお仕事をして、ここはしっかり休むっていう風にですね、時間配分を考えていただくといいのかなと思いますね。はい、そういう風に動いていってほしいなと思います。はい。ではオラクルカードですね。オラクルカードの助言が木ですね。それらを手放しましょうということになっておりますね。そうですね。大きいお仕事とかですね、そういったことは手放してしまって、自分のできることをやっていきましょうっていうことですね。そして失敗したりとかですね、どうしても相手の都合とかで打ち切りになるようなこと、そういうことがあるかもしれないです。そういうことになった時はですね、もう気にしなくていいですよっていうことだと思いますね。はい。くよくよずっと落ち込んでいても、あなた自身が悪いわけではないのでですね。それはですね、どうしてもクライアント側の方だったり、お仕事の都合上だったりですね、どうしても避けられないことっていうのはあるのでですね、そこをですね、あなた自身がずっと
後悔していくよりはですね、もうこれは手放して進んでいきましょうっていう風にしていただくといいと思いますね。はい。そうですね。はい。未来とか最終結果とかですね、ちょっとですね、ご不安なところもあったかもしれないんですけれども、コツコツとですね、お仕事やっていけばそれだけですね、遠回りにはなるかもしれないんですけれども、それでもですね、ちゃんとその分だけの金銭だとかですね、得られるものっていうのは返ってきます。大きいとですね、どうしても、リターンは大きいけれども、やっぱりこういろいろと、コストがかかってきたりとかですね、リスクがあったりとかあるのでですね、あなた自身はどちらかというとそれよりは、小さなことをコツコツやっていくっていうのが必要なんだと思いますね。はい。もしよろしければこちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方のお仕事運ですね。こちら企業勤めの方だけではなくて、フリーランスの方も想定して占わせていただいております。それではですね、全体的なものを見ますとですね、そうですね、最終的にはですね、あなた自身とても評価されます。そしてそれによって、良いお仕事、未来ですね、に進んでいけますので、はい。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。ではまず過去ですね。皇帝の逆位置。はい。こちらがですね、過去は努力がなかなか続かない時、っていうのがですね、仕事の判断でですね、優柔不断になっていた、悩んでるところが、もしかしたら似たようなお仕事とかで、どうしようかなっていうふうに悩んでらっしゃったんですかね。そういうので、どうしてもですね、自分が頑張ろうと思ってもですね、悩めるところがあったので、集中してお仕事がしにくいっていうところはあったのかもしれないですね。はい。はい。では次が現在ですね。等の正位置になります。こちらですね、状況がガラリと変わるような感じになりますね。はい。これはですね、良いことなのか悪いことなのかっていうのはですね、なんとも言えないところなんですね。カードの雰囲気からいくと決して悪いことではないと思います。はい。私の持っている塔っていうのはどちらかというとファンシーな感じ、優しい感じのカードさんになりますので、あまり悪い方向には私の方も考えないんですね。それよりはもしも困るなっていうことが起こってもですね、それはちゃんとご自分で冷静に見極められるぐらいの力がある、ちゃんと自分で判断して決められるっていうところになりますので、そんなにですね、不安になる必要はないと思いますね。はい。ただですね、お仕事に関していろいろと考えることがあって、辞職や転職をされるっていう方もいらっしゃるかもしれないですね、現在。はい。ね、いろいろとご自分の中で考えて、やっぱり違うなっていうふうに思われたりしてですね、変化するっていう必要もあるのかもしれないですね。そういうところで辞職を選ばれたり転職を選ばれたりっていうところはあるかもしれません。はい。そうですね。フリーランスの方だとですね、顧客の方が変わるだけで結構状況変わったりとかあるかもしれないのでですね、そのあたりが影響してるっていう可能性はございますね。はい。では次が未来ですね。吊るされ人の正位置になります。はい。そうですね。こちら、試練を迎える時っていう風になっておりますね。あれはお仕事の中でいろいろと重大な出来事だったりですね、そういうところはあるのかもしれないんですけれども、それで大いに悩み考えた先に新しい自分が生まれるというふうにはなっておりますので、決してですね、その試練が自分を苦しめるだけではないっていうことですね。ちゃんとご自分の新しいところに行ける、お仕事としてちゃんと成果になるっていうことですね。はい。そこによってですね、あなた自身がまた新たなお仕事を得られるかもしれないですし、そういうところが評価されて別のところに行ったりとかですね、そういう可能性もございます。
ただただ苦しんでいる、吊るされているっていうわけではないですね。はい、ちゃんと鳥かごから出ておりますからね。そういうところから見てもですね、あなた自身がちゃんと外に出ている、お仕事として、あなたの自立した姿っていうのはありますよっていうことですね。はい。はい。では次が周囲ですね。ペンタクルのクイーンの正位置になりますね。ものすごく優しい方が周りにいらっしゃるみたいですね。人のためになりたいと思ってくださるような感じなので、あなたに対しても優しく接してくださる。そしてその方たちっていうのはですね、ちゃんと協力し合えるっていうことなので、お仕事もですね、そういう方たちとやっていけるっていうことはスムーズに進められることもあると思いますね。はい。そうですね。未来でご自分の大変な時っていうのがあるとは言いましたけれども、そういうところもですね、こういうことは困ってますっていうふうに伝えていただければですね、ちゃんとあなたと悩みを分かち合ってですね、協力してくださる。たまにはですね、そういった仕事とかもですね、受け持ってもらえるかもしれないので、言えるところは言ってもいいと思いますね。はい。そうですね。頼れる上司もいるっていうことですね。クイーンも、上司というようなイメージがありますからね。はい。そういう点ではですね、やはり同僚だけではなくて、頼れる上司がいらっしゃるということですね。そうですね。フリーランスの方だと、ご自分一人でやってるっていうことが多いと思うので、仲間とかっていうのがいるかっていうと難しいかもしれないんですけれども、ただですね、この感じを見てると、クライアントの方もですね、すごく優しい感じの方が多そうな感じがしますので、そのまま続けていって、より良い関係を築いていっていただけたらと思いますね。はい。では次が障害ですね。ソードの3の正位置ですね。あなたの仕事を、良い方向に進めるのを邪魔するものが機械的作業っていうことになりますね。はい。いつもやってることを淡々とこなすというわけではなくって、いつもやってることでもですね、この辺大丈夫かなっていう、ミスとかですね、やっぱりそういうところ、油断したところから出てきたりとかですね、あるかもしれないので、改めてしっかりと気をつけていくっていうことが大事ですね。はい。そうですね。あとはあなた自身がですね、困った時に一人で抱え込まないっていうことが大事ですね。こういう感じでハートが貫かれてて痛みを抱えてるんですけれども、そのハートの後ろに隠れて泣いてるような感じになっておりますので、そういう風にならないようにしっかりですね、周りの人に言う、苦しい時、お仕事がどうしてもうまくいかない時、そういう時にですね、しっかりと表に出すっていうことが大事ですね。こういうことで困ってますっていうことが大事です。はい。例えば失敗した時とかですね、そういったことでもですね、すぐに報告する、伝える。あなた自身が悲しんでるだけじゃなくって、周りの人にいろいろとですね、連絡していく、そして相談していく。そういうことが大事だと思いますね。はい。はい。では最終結果ですね。こちらがソードのキングの正位置ですね。はい。そうですね。いろんなことがございましたけれども、ここで最終的にはあなた自身ですね、トラブルへの対応力が上がっていきますね。はい。そして豊富なアイディアが湧いてまいりますので、そういったところでですね、あなた自身のアイディアっていうのも採用されやすいかもしれませんね。はい。そしてやり手として評価される可能性もございますね。はい。すごいいい結果になりました。よかったです。はい。あなた自身の頑張ってきたことがですね、ちゃんと積み上がっていく。そしてですね、こうやってクッションの上に鎮座しておりますけれども、あなた自身もですね、積み上がったものの上に座ってですね、見下ろすような感じ。頑張ったなっていうふうに思えるようなですね、そういった評価を得られるっていうことですね。もちろんやっぱりそういうところでですね、賃金が上がったりとかですね、昇進したりだとか、あなたがですね、フリーランスの場合ですと、
もらえる報酬も上がっていくだとかですね、そういうことかもしれないですね。あとは良い顧客の方にもますます巡り会えるとかですね、そういうこともあると思いますね。トラブルへの対応力が上がってくるっていうのが一番いいことだと思うんですよね。あなた自身が困ってずっとですね悩み続けるっていうよりは、あなたの対応力が上がることでですね、うまくやっていける解決力ですね、解決していけるっていうことはですね、やはりお仕事する上で大事かなと思いますので、そうですね、とてもより良い運勢未来になったかなと思いますね。はい、では助言ですね。こちらがですね、ワンドの6の正位置になりますね。力を合わせていきましょう。周囲の方が協力してくださるような感じなので、もう自分から行かなくてもですね、周りの人が大丈夫っていう感じで近づいてくるとは思いますのでですね、それに身を預けるような感じで、お願いしますっていう感じで言っていいと思いますね。それで一緒に頑張っていく。そしてですね、あなた自身今のまま努力を続けていけばですね、昇給昇進のチャンスが巡ってきますというふうになっております。まさに最終結果で出てきたような感じですね。あなた自身がこれまで試練もあったり、ちょっと悩んだり、いろんなことがあったとは思うんですけれども、今のままコツコツ頑張っていけばですね、あなたの評価っていうのはですね、どんどん上がっていきますよっていう風になってまいりますので、無理をせずにですね、ゆっくり進んでいきましょう。ではオラクルカードですね。こちらが逃亡者になりますね。あなた自身の家に帰りましょうっていう風になっておりますね。これはお仕事から家に帰りましょうっていうわけではなくてですね、もう逃げたい時は逃げてもいいよっていうことですね。逃亡者なのでですね、あなたが安心できる場所に逃げましょうっていうことですね。それが家と判断されたのかなっていうところではありますね。だから本当のその物理的な家ではなくて、自分自身の中の家に帰りましょうっていう感じですね。そうですね。やはりですね、逃げたい時もあると思います。お仕事、辛いことだとかですね、どうしても無理だって思う時もあると思うんですよね。いろいろと条件とかですね。なのでそこでですね、無理してやれますっていうのも、それはですね、時には必要かもしれないんですけども、それを続けていくとやはりあなた自身が苦しいと思います。なので逃げられる時は逃げましょう。そしてあなたの安心できるところに帰りましょう。ということでですね、そうですね、今のまま努力を続けるっていうことがまずは大事なのでですね、あまり大きなところに行こうとしなくて大丈夫だと思いますね。そうしなくてもちゃんとあなたのところにはいろんなものが返ってきますよっていう風になっておりますので、そうですね。お仕事ですね、今回最終的にはとてもですね、あなたの努力が認められる形になりましたので、本当に良かったです。安心いたしました。いろいろとですね、お辛いことだったり悲しいことだったりですね、どうしてもこのまま続けていていいんだろうかって悩むことってたくさんあると思うんですけれども、あなたの場合はですね、ちゃんとこのままでいいんだろうかが合ってますよっていうことですね。大丈夫ですよっていうことです。頑張りすぎないで頑張るっていうことでですね、無理はしないでほしいなとは思うんですけれども、このまま続けていってほしいなと思いますね。以上が C の結果になります。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。